おはようございます。ケンです。今週のテスラ、ついに車メーカーという肩書きを卒業し始めた週になりました。今日の動画では、テスラが向かっている次の世界、そして投資家としてどう向き合うべきか、これを深掘りしていきたいと思います。まず、結論からお伝えします。テスラは今、完全に AI とロボティクスを軸にした自律的モビリティネットワーク企業へと進化しています。そしてその動きがついに表に出てきました。オプティマス、サイバーキャブ、FST の世界展開、そして AWS on Wheels 構想、この1週間の動きには一つの共通点があります。それはテスラは車を売る会社ではなく AI で社会インフラを作る会社になるということです。では、早速、先週のニュースを振り返りながら、テスラの未来を整理していきましょう。まず、一つ目は、テスラの AI 戦略とオプティマスについてです。イーロン・マスクさんは繰り返し、オプティマスは人類史上最大の製品になると語っています。正直、最初にこの言葉を聞いたとき、僕もかなり大きく出たなと思いました。しかし、今週の動きを見ていると、その言葉が現実味を帯びてきています。テスラはギガテキサスでロボット生産関連の採用を加速しています。その内容は研究開発だけではなく、製造ライン関連が多い。つまり、実験段階から量産フェーズに入りつつあるということになります。そして、テスラの AI は、車の運転データから学んでいます。これは他のロボット企業にはない圧倒的な強みです。ボストンダイナミクスやフィギュア AI がハイレベルなロボットを作っていても、日常的に数百万台からデータを集めている企業は存在しません。テスラの AI は街で、工場で、人の生活空間で学んでいる。その延長線上にオプティマスがいます。次にサイバーキャブと自動運転の現実化について、テスラはテキサス州オースティンでロボタクシー運用のジオフェンス、つまり運用範囲を10倍以上に拡大しました。これはテスト段階から運用段階に入る準備です。ここで重要なのは Waymo との比較です。Waymo は特定都市市内に特化し、限定エリアでの無人走行を進めています。一方、テスラは分散ネットワーク型、つまり既存のテスラ車が走る世界中の道路からデータを学習し、一気に展開できる構造です。やっている戦いの次元、これがそもそも違います。そして、ステアリングホイール問題。先日テスラの会長ロビン・デンホルムさんが、必要ならサイバーキャブにハンドルをつけると発言しました。一見後退に見えますが、これは実装のための戦略的な現実路線です。アメリカの規制では、ステアリングなしの車は年間2500台しか販売できない。ならば、一時的にハンドルをつけて市場に出し、FST を普及させ、その後に完全無人へ移行する夢を捨てたのではなく、夢を実装するために一段間を挟んだという動きになります。次に今週最も重要なニュースの一つ、イスラエルで FST の承認が進んでいるという話です。テスラはこれまで北米中心でしたが、ここに来て国際展開の具体的な動きが見えてきました。しかも政府の承認プロセスが進んでおり、オーナーの署名活動まで起きています。これはテスラが規制と一緒に FST を広げていくフェーズに入った証拠です。イスラエルを皮切りに次はどこか可能性が高いのは中東、そしてアジア。僕は個人的に日本は早いんじゃないかなと思っています。なぜならテスラの安全性のデータと日本の交通環境、そして EV シフトの流れっていうのも徐々に来ているからです。さて、ここまで車の自動運転とロボットという話でしたが、先週はもう一つ大きなテーマが出ています。それが AWS on Wheels です。これは走るデータセンター構想です。これがどういうものかと言いますと、テスラ車が停車中に AI の処理を行い、分散型スーパーコンピューターになる。そしてその処理力を使って収益を得る可能性があるということです。これはまさに AI 版の太陽光発電のバイデンモデルと似ています。テスラを持っているだけで AI 収益が発生する未来ということになります。これを聞くとテスラ車を単なる車として売る時代が終わるということがわかります。車は
移動手段ではなく AI ハードウェアノードになる。この概念は一般の人の認識が追いつくのに数年はかかると思います。そしてこの情報を今現在知っている人っていうのはまだまだごくわずかなので、今のうちからこういったことが将来的に起こるっていうのを知っているだけでもかなり先行者利益になってくるんじゃないかなと思います。なのでこのあたりを見据えて今からテスラに乗っておくっていうのは一つの戦略としていいんじゃないかなと思います。はい、ということでこの AWS 構想ですね。これは以前も言われていたんですけれども、しばらくそういった話がなくって、今回久しぶりに出てきました。やはり久しぶりに出てきたということは、着々とこの構想も進めているということになってくると思いますので、ご自身のテスラね、売って新しいのを買うというのも一つの手ではあると思いますけれども、動かなくなるまで持っておくっていうのも一つの手になるかもしれません。このあたりどのような取り組みになってくるのか、これからの時代は AI と暗号資産を使っての時代にどんどんなっていくと思いますので、きっとこの収益化っていうのも収益は暗号資産で発生してくると思います。なのでこのあたりも踏まえて、僕はテスラの情報を追いながらもしっかりと暗号資産っていうのはどういったものなのかっていうのもね、勉強していくっていうのは非常に重要じゃないかなと思います。今実際に僕の方はテスラを使って車のデータを収益化させるっていうことをしています。このあたり今ね、実験で取り組んでいますけれども、こういったこともテスラはできるので、やはりね、これからの時代を先取りするためにも、今現在の最新情報っていうのは常にね、情報として追っておくっていうのはね、大切になってくるんじゃないかなと思います。そしてこういったことを踏まえると現実的な市場の動きがよくね分かってくるんじゃないかなと思います。最近テスラの中古車市場で車両がね減ってきているんですよ。僕自身毎週情報を見ていますけれども確実に減ってきています。売らずに持つ選択をする人が増えてきているということになります。これは FSD や AI ネットワークの期待が背景にあるんじゃないかなって思います。これから日本でも FST が実際ね、導入されるかもしれないっていうね、熱量がどんどん上がってきていますよね。もしかしたらこの数ヶ月以内に FST が実装されるかもしれないっていうね、期待もありますし、ハードウェア3を持っている方でも今後 FST ライトっていうのができて、それを使うとハードウェア3でも FST が使えるという状況になってくるならば、今持っているテスラ、これを売るんではなくて自分で持っておく。そして最終的には AWS のような仕組みを使えるようになるんだったら、もう売らないっていう人もどんどん出てくるんじゃないかなと思います。それを踏まえると、中古車市場でテスラっていうのが出回らなくなってくる可能性もあります。そして出回ったとしても、もうその価格っていうのは高くなっていくと思いますし、こういった流れが起きると、テスラを買おうっていう流れが起きるので、そうなってくると納車の期間もどんどん長くなってきますし、テスラの中古の価格っていうのも上がってくるっていうね、未来、こういった未来も十分に可能性としてはあるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえて、テスラは持っているだけで価値が出るかもしれない。この認識が今後世界中で広がり始めていくということも十分にあると思います。では最後に投資家の視点でね話をしてみたいと思います。バンクオブアメリカはテスラの目標株価を引き上げました。その内訳では自動車事業の評価は 12% 程度しかありません。ほとんどが AI、ロボティクス、ロボタクシー、そして FSD です。市場が見ているのは車のメーカーとしてのテスラではなく AI 企業としてのテスラです。そしてその成長を支える鍵がイーロン・マスクさんのコミットメント、1兆ドル報酬パッケージをめぐる議論もありますが、根底にあるのはイーロン・マスクさんがいることそのものが戦略という風なのも事実なんです。まとめますと、今週のテスラは明らかに次のステージに入った週でした。キーワードは AI による社会の再構築、車はノードになり、ロボットが働き、AI が学習をし続ける、そんな未来に向かってテスラは静かにしかし確実に動き出しています。皆さんはテスラが本当に車の会社を卒業すると思いますか？それともまだ時間がかかると思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。ではですね、今日のコメントこちらを紹介したいと思いますけれども、こちら以前やっていたんですけれども、この度11月から復活したいと思います。復活第1弾は斉藤さんのコメントを紹介します。日本で FST の購入者が増えるためには価格設定が重要だと思います。テスラ車を10年継続使用するとして、新車購入時に FST をオプションで購入するときに100万円で購入すれば自動車本体が
が3万ドル、すなわち合計で550万円です。FSD の月額使用料に換算すると約8800円になります。これから考えると FSD をレンタルの場合は月額1万円ぐらいが市場に浸透する価格かなと思います。今は一般の人も大きな車をローンで買う人が増えています。私はこんなに大きな買い物は躊躇してしまいますが、ローン購入に抵抗のない人にはテスラのブランドに合わせて使ってみようということにつながるのではないでしょうかというコメントをいただいております。ありがとうございます。僕は FSD の価格なんですけれども、日本においてはズバリ4980円でお願いしたいです。この理由はアメリカでは99ドルです。アメリカの99ドルっていうのは日本円に換算すると約1万5000円ですが、この価格の肌感覚はアメリカと日本では異なります。それを踏まえると、日本の今の現状を考えると4980円。例えばAmazon プライムの値段、これもアメリカと日本で違うって知っていましたか？アメリカの方が全然高いんです。なので、そういった物価っていうことも考えると、アメリカの物価に合わせて日本の値段が決まるとは僕は思っていません。なので、そういったことを踏まえると4980円。これが僕はいいんじゃないかなと思います。テスラは FSD を使う人を増やしたいと思っていると思います。そして FSD からの収益、これを最大化させたいと思っていると思います。それを踏まえると価格は超重要で、金銭的に余裕がある人だけ使ってもらったらいいよではないと思うんですよね。事故を減らしていく、自動運転させることで時間を取り戻すという意義もあるわけです。となってくると、使う人を増やしたいと思います。それを考えると、僕の中では利益を踏まえると4980円。日本ではこの金額で提示したら1万円で提示するよりも圧倒的に売り上げも高くなり、FSD のデータも多く収集でき、その先の日本でのロボタクシーの実装、ここにも大きく貢献すると思っています。ぜひテスラジャパンの方でもしこの動画をご覧になっていたら4980円検討していただければと思います。そして皆さんはいくらなら FSD を使いたいと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では本日の内容は以上です。今日の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube では毎日テスラの未来と投資の視点を深掘りしていますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、こちらを見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 433.72 ドルで、今週末が 456.56 ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は580票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 79% で、この方たちが正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、10名の方が正解となっております。そして連続正解ですけれども、ラルさんが3週連続で4週連続に大手となっております。来週もぜひ頑張ってください。そしてこのアンケートですが、4週連続正解された方に、今は車内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。Type-C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひね、皆さんチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身
の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。